こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は人を雇う上で、労務管理をする上で、基本中の基本の基として、労働と休憩について解説をしていきたいと思います。よく受ける相談の一つとして、この業務やっていることに関しては労働ですか休憩ですかという質問がよくあります。従いまして、労働とは何か、そして休憩とは何かということをよく知っておくことはですね、非常に重要なこと。また、休憩だと思っていたのに実は労働だったということになりますと、賃金計算に影響してきて、ひいては未払い賃金の発生ということにもなりかねませんので、労働を知ることによって休憩をよく理解をしてほしい。休憩のことを本当に理解をしているかというところをですね、もう一度確認をしてほしいと思います。今回の概要ですけれど、まずは労働者とは何か、使用者とは何か、そして労働とは何かについて見ていった上で、この労働をして、かける時間数で賃金を払うわけですけれど、この労働を取り巻く時間、さまざまな時間というのがあります。この労働を取り巻く時間について見ていった上で、今回の主題であります休憩ですね。休憩時間の原則、そして例外というのがあります。適用除外というのもあります。休憩の原則、例外、適用除外について見ていって、最後に注意点とまとめという形になります。まずは労働者とは、使用者とは、そして労働とは何かについて見ていきますけれど、人を雇う上での原則的な流れとして、会社は人を雇って働いてもらって賃金を払うという形になります。この賃金に関しましては、働いた対象として使用者が払うものになりますので、どのような名称というのも問わないという形になります。そして会社は人を雇うという上で、雇われた人は労働者という言い方になりますけれど、この労働者とは使用者に使用をされて賃金を払われる人のことを労働者と言います。従いまして、職業分野ですとか職種ですとか雇用形態は問わないという形になりますが、よく多いのが業務委託だったり請負だったりする場合ですね。この業務委託請負に関しましては労働者にならないという形になりますが、ただですね、労働者としての脱法先達行為として行われているような実質労働者性があるような業務委託ですが、請負といった場合には労働者に後から認定されて賃金の支払い、そして社会保険や雇用保険の加入、そして保険料負担というのが出てくる可能性もあるので注意が必要です。そしてこの労働者を使用するのが使用者という形になりますけれど、この使用者というのは労働者を使用する立場にある人ということで、労働の対価として賃金を払う人はもちろんになってきます。そうしますと、経営者ですとか社長はもちろん使用者になりますけれど、労働者を使用する立場にもある人ということで、上司もですね、部下に指揮命令を出す場合も使用者に該当するというところに注意が必要です。そして会社、使用者は労働者を使用をして働いてもらって賃金を払うわけですけれど、この賃金を払う基礎となるのが労働時間という形になります。この労働時間というのはですね、法律の明文で定義づけされているわけではありませんけれど、最高裁の判例によりますと、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間という形になりますので、ポイントとしては具体的な作業をしていなくても指揮命令下に置かれていると判断されることもある。また指示をしていない場合、黙示であっても指揮命令下に置かれていると判断されることもあるというのがポイントになってくるかと思います。そしてこの労働を取り巻くさまざまな時間ですけれど、労働時間の大原則として1日8時間、1週間に40時間というのは法定で決まっている内容ではありますけれど、では1日のうちどこが労働時間なのかということになりますけれど、
通常の時間の流れで見ていきますと、労働者が出勤をして、出勤時刻に打刻をして、そして仕事の始まる時間、始業時刻を迎えて、そして仕事の終わる時間、終業時刻を迎えて、そして退勤の打刻をして退勤時刻という形になります。通常はですね、始業時刻から終業時刻までが労働時間ですけれど、途中通常ですね、休憩時間、お昼休みが入るかと思いますので、その休憩時間に関しては除かれるという形になりますので、休憩時間を除いて始業時刻から終業時刻までが労働時間という形になります。そして通常の会社ではあまり考えませんけれど、運送業の改善基準告示というガイドラインにつきましては、拘束時間という考え方も非常に重要な考え方の一つという形になります。こちらですね、始業時刻から終業時刻までで、休憩時間も含んだものを拘束時間という形になります。そしてよく多いトラブルの一つとしては、出勤時刻から始業時刻まで、終業時刻から退勤時刻まで、この時間がですね、労働か労働でないかといったことが非常に問題になってくる。ここがですね、トラブルのポイントの一つかなというふうに思います。そして休憩ですけれど、まずは休憩の原則について見ていきたいと思います。休憩につきましては、使用者は労働者が働く労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間休憩を与えなければいけないという形になっております。そしてこの休憩に関しましては3原則というのがありまして、3つの原則ですね。途中で付与しなければいけない途中付与の原則、一斉に与えなければいけない一斉付与の原則、そして自由に過ごさせなければいけない自由利用の原則というのがあります。途中付与の原則につきましては、休憩時間は労働時間の途中に与えなければいけないという形になります。この途中に与えないケースが非常に多い、特にコロナ禍では多かったですけれど、ここはですね、トラブルになるポイントの一つかなと。また一斉付与の原則につきましては、休憩時間は一斉に与えなければいけないという形になっています。また休憩だからといってですね、その間にですね、業務をお願いするようなことがないように、休憩は従業員労働者が自由に利用できなければいけないという形で、自由利用の原則というのが定められております。こちら労働基準法第34条に記載がされている内容と。そういって、休憩の3原則というのがありますけれど、この3原則ではありますけれど、例外と適用除外というのもあります。先ほどの3原則でありましたけれど、途中付与の原則というのがありましたが、この途中付与に関して例外や適用除外というのはありません。その他の一斉付与の原則と自由利用の原則に関しましては、例外ですとか適用除外というのが認められております。一斉付与の原則の例外につきましては、労使協定を締結することで一斉に付与しなくても良いという形になります。そして一斉付与はそもそも適用除外になっている業種というのもあり、特定の業種に関しては一斉付与にしなくてもいいという形になっておりまして、いわゆる運送業ですとか、交換庁、そういったところに関しましては一斉付与しなくてもいいという形になっております。また自由利用の原則の適用除外というのがあり、こちらはですね、例外という形で協定を結べば自由利用の例外になるというものはありませんので、特定の職種業種に関しましては適用除外ということで、警察官ですとか上級の消防団員といった方たち、そして児童と居所を共にする人たちですね、乳児院ですとか児童養護施設などの場合はですね、自由利用の原則が適用除外になっているという形になりますが、こちらに関しましては一部ですね、労働基準監督署への許可が必要なものもありますので注意が必要です。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、休憩の一斉付与の適用除外ですけれど、この適用除外を労使協定で結ぶ場合はですね、
労使協定を結ぶという形になりますけれど、特にですね、一斉に従業員がお昼休みに入っては困るような業種などに関しましては、労使協定締結のですね、一斉付与の適用除外を受けておくのがいいかと思います。そして休憩の一斉付与の適用除外の労使協定の記載内容ですけれど、こちらにつきましては、労働基準監督署への届け出は不要となっております。この労使協定につきましては、対象労働者の範囲ですとか、休憩の与え方について記載をしてもらえればと思います。休憩か労働かの違いはですね、賃金計算に影響してきます。休憩時間であったのが労働とされた場合は未払い賃金が発生となってしまうケースも出てきますので、休憩、労働についてよく理解をしておいてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。